皆さんこんにちは。今回はフォーチュンサモナーズデラックスエディションについて何点かお知らせしたいと思います。まず、アルチェの不思議なダンジョン2.0についてです。前回、ご紹介させていただいたんですが、そこで実はですね、一番大事なことをお知らせできていなかったんですが、なんとイラストレーターの武田美香先生に新しいイラストを描いていただきまして、こちらをコンテンツの中で見ることができます。こちら大変素晴らしいイラストをいただいておりますので、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。続いてですが、今から10年以上前になるんですが、かつてですね、フォーチュンサモナーズデラックスという製品が日本国内で販売されていました。で、こちらと今回のデラックスエディションの関係についてご説明したいと思います。まず、フォーチュンサモナーズデラックスがどういうものだったのかというところですが、こちら通常版にアルチェの不思議なダンジョン、アルチェ無双、それから日本語追加音声の3つの要素を加えた製品でした。で、これらの要素がデラックスエディションでどういう扱いになるのかについてお話しします。まずはアルチェの不思議なダンジョンですが、こちら今回バージョン2.0になって大幅に改良されまして、ほぼ別物のコンテンツになっています。前回のバージョンではダンジョンがランダムに生成されるんですが、アイテムや敵はほぼ本編と同じものが出現するっていうものでした。で、今回のバージョンでは、ランダム生成されるダンジョンに加えて、無限に、ランダムに生成されるアイテムや、強敵が現れる、ローグライク RPG、に進化しております。で、追加アイテムの方も、前回時点でも10種類ほどアイテム追加されたんですが、今回はそれに加えてさらに20種類以上の新しいアイテムが追加されて、で、新しい魔法や技も追加されています。物語については、大筋の部分は前作がベースになっているんですが、アルチェたちのイベントがですね、いくつか追加されて、で、街の人の会話もほとんどが変更されています。このような形でメタな発言も多いんですが、重要な情報もありますので、ぜひ街の中も探索してみてください。はい。それと、あと、アルチェの、不思議なダンジョン以外のところで言うと、アルチェ無双については、今回も収録されるんですが、これについてはちょっと前回はウェブでハイスコアを登録したりみたいなことができたんですが、これについてはちょっとすみませんが、非対応になっております。アルチェ無双についてはあくまでおまけ要素程度にお考えいただけたらと思います。で、あと最後に日本語の追加音声の部分ですが、こちらはですね、なんていうかそう前回の声優さんの、事務所とかの、権利関係がありまして、こちらについてはもう含めることができないっていう状態で、今後、これが配信されるということも、ありませんので、こちらの方はご了承いただけたらなと思います。以上が前回の、10年以上前のやつですけれども、その DLC との関係の話になります。で、あともう一点ですね、ちょっと前回お知らせ、させていただいた、洋服の、ダウンロードコンテンツですね。アルチェたちの、洋服の色を、追加できる DLC についてなんですが、ちょっとこちらがですね、ちょっと私の方も随分ちょっと迷ったんですけれども、
ここだけを追加コンテンツっていうふうに、ごめんなさい、有料追加コンテンツっていうふうにしてしまうと、デラックスエディションにさらに、デラックスエディションなのになんかさらに有料 DLC があるみたいな、ちょっと、よくわからない状況になってしまうっていうところですね。それとあとはSteam の DLC の、仕組みをですね、ちょっと私自身がちょっと、理解するところから始めなきゃいけないところがあって、そこは結構重くなってたんで、ちょっとそこもあって、洋服の追加 DLC っていうところの販売は、ちょっとすみませんが中止っていうふうにさせていただいて、で、その分は、無料アップグレードの方に含ませていただくっていうことに、なりました。ですので、すでに、こちらの方持っていただいている方は、特に新しい支払いとか、ご購入いただいたりというのなしで、すべての内容ですね、こちらの、お楽しみいただけるということになります。で、これはですね、特にアルチェの不思議なダンジョン 2.0 がですね、ちょっと私、自分自身でやっても結構楽しいコンテンツだなっていうところで、ぜひ新しいというか、まだフォーチュンサムナーズやったことないよっていう方にも楽しんでいただきたいなっていうところですね。で、あとは2011年に、コープファルガ様の方から、発売されていた英語版ですね。で、こちらについてはですね、もう販売者の方と私、販売者の方がもう解散されてしまっていて、もうすでに連絡が取れなくなってしまっているってところもあって、で申し訳ないんですけども、こちらの2011年のバージョンを持っている方についてはですね、今後ちょっとアップデートとかもできませんし、何かその DLC で、追加するっていうこともちょっとできないっていう今状態になってまして、で申し訳ないんですが、このについてはリズソフトの方で販売している、製品ですね、こちらをちょっと買い直していただくっていうことしか方法しかなくなりまして、ですのでちょっとサマーセールとかちょっと利用して、お買い上げいただけたらなとは思うんですが、その時にやっぱり本体と追加 DLC 両方ってなると、さすがにちょっと負担が大きいかなっていうところで、今回ですね、こちらのリズソフト版の方お買い上げいただけたら、デラックス版として、デラックスエディションですね、として、お楽しみいただけるという、ところで、ちょっとやらせていただけたらなと思っております。はい。で、ですね。で、あと、洋服のところですね、DLC で、追加する予定だったもの、今回ちょっと追加するんですが、これ結構ですね、ボリュームが、かなりありまして、アルチェ、ステラ、サナ、シフォン、それぞれに、10種類ずつですね、5色、5色で帽子と洋服で10種類ずつで、それだけで40点になるんですが、その40点のアイテムと、あとは、靴と靴下ですね。これもちょっと今回追加で、靴と靴下は、アルチェ、サナ、ステラ、共通なんですが、これが6種類ずつなんで、50種類超える量になるんですが、これが今回デラックス版で追加になりますと。で、こちら、今のそのアルチェの不思議なダンジョンバージョン2の中でも、こちらにあるブティックですね、洋服屋で買うことができますが、本編の方でもですね、この同じトンキニーズの、洋服屋であるとか、シャルトリューの洋服屋などで、購入することが、追加分ですね、購入することができますという形になってます。で、あとその洋服なんですけど、今回せっかくその大量に追加されるっていうところで、ちょっといろいろご意見いただいたところもありまして、で、
ちょっと変更が行っております。で、メニューの方でですね、こちらのアイテムが今2つ、メインアイテムス、アザーアイテムス。これは日本語だと上が、持ち物、下が、もともとは大事なものだったところなんですが、そこがメインアイテムス、アザーアイテムスという2つに、まず、変わりまして、で、メインアイテムス、これはですね、いつも通りのやつですね。回復アイテムであるとか、あと装備品が、出ますっていうところですね。で、下のこの Other Items、日本語だと、その他の持ち物みたいな名前になってると思うんですが、こちらをまず1回押すと、こういうふうに次のメニューが出まして、で、上が、スペシャルアイテムスですね。これ日本語だと大事なものなんですが、このイベント用アイテム、ちょっと、今ネタバレのアイテムが一瞬出ましたがあるのと、あと、アウトフィッツですね。こちらが、着せ替え用の、メニューですね。それからあと、クイックディスポーズって、これは不思議なダンジョンだけで使える、出てくるメニューなんですが、アイテムを素早く捨てるためのアイテムです。メニューです。これが、不思議なダンジョンなんで、後半になってくると結構不要なアイテムみたいなのもガンガンこう手に入ってきちゃうんで、売ることもできるんですが、ちょっと街に戻るのが面倒っていう時は、ここでまとめて捨てるみたいなことが、できるものです。で、ごめんなさい、ちょっと話それちゃったんですが、こちらを押すと、まず、誰かっていうのを、選びます。で、例えば、アルチェですね、の着せ替えっていうところで、で、ちょっとこの靴下が何種類かこう出てるんですが、これ今回、追加になるものですね。実は黒い靴下とかも前はなかったんですけど、こんな形で装備したり外したりっていうのがこうできますね。で、あと、この靴とかはこれまでにない完全な新規アイテムになるんですが、靴とかも変えることができると。で、あと服ですね。こんな感じでいろんな服の色に変えることができますと。で、こう3人というか3人と1匹が並んでるので、ちょっと他のこのも見ながら、ちょっと色のバランス取りながらみたいな形で、着せ替えすることができます。はい。こんな感じですかね。結構この黒い靴下とかも、サナとかよく似合うかなと思います。はい、で、ステラですね。これはちょっと既存の色なんですけど、これちょっと前回のバージョンアップで追加されたステラのオレンジカラーなんですが、結構これなんだろう、なんかレストランのウェイトレス風みたいな感じにちょっと見えて可愛いかなと思います。で、あとシフォンですね。シフォンも結構数が増えております。はい。シフォンはちょっとこんな感じですかね。で、こうやってバランス取りながら、ちょっとこれでメニュー抜けると、実際反映されますと。っていう形で、かなり使いやすく、前に比べたらっていうところではあるんですけど、使いやすくなってるかなと思います。で、あと、もちろんですね、こちらメインアイテムとこのアウトフィッツですね、これ別枠になってますんで、で、アウトフィッツはもう、一つ同じ種類のをたくさん買うとかしなければ、ほぼほぼ全種類持ち歩くことができる、量になっております。はい、で、あと、翻訳の方、前回全然できてなかったんですが、翻訳の方も、終わりまして、でほぼほぼもうものとしては、完成して、今ちょっと、動作確認ですね、
をやって、ちょっと気になるところを修正してるっていう、段階ですので、間もなく、こちら公開できるかなと思います。ただちょっと今回は新製品っていう風な感じじゃなくても、普通にアップグレードになる、というか、自動アップデートでもアップグレードされるみたいな感じになるので、ちょっと気がついたらデラックスバージョンになってたよみたいな感じになるかなと思います。で、ごめんなさい。で、あとですね、デラックスバージョンにアップグレードされると、オープニング画面というか、タイトル画面か。タイトル画面の方もちょっと新しく変わるんですが、こちらですね、新しいタイトル画面もいいけど、元の、タイトル画面も見たいよっていう場合が、あるかなと思うので、こちらオプションの方でですね、これですね、タイトルスクリーンが、新しいものを使うか、元のものを使うかっていうのを選べるようになってますので、こっちのこの元のデザインですね、これ選ぶと、デラックスバージョンじゃない方の、オープニングが、楽しめるっていうか、が、見れるように、なっております。はい。ですね。はい。で、あとですね、ちょっと注意としてですね。で、これちょっとさっき元のオープニングにしたんで、これ現状の、ノーマルバージョンのタイトルが今出ますね。で、不思議な、ダンジョンの方なんですが、こちら始めるときですね、このスタートメニューから始まるようになっております。で、これを押すとですね、上側が本編ですね。本編のシナリオ遊ぶか、ミステリーダンジョンからやるかっていうのをこう選べるようになってまして、で、アルチェのミステリーダンジョンの方ですね、こちら結構サクサク進めることができるんで、メインストーリーじっくり、進めたいっていう場合は、メインの方から始めていただいてもいいんですけど、とにかくもう早く、前に進み続けたいっていう時は、ミステリーダンジョンの方が、良いかもしれません。一応ちょっとこちらにも操作説明とかっていうのはちょっと軽くは入っておりますので、こっちから始めても、良いかなと思います。ただ、その場合、一部ちょっと元ネタがメインクエストで、語られる元ネタがちょっと意味がわからなかったりっていうのは多少あるとは思うんですが、下側から、始めるのも、楽しいかなと思います。はい、で、あとはちょっとさっき、触れましたアルチェ無双とかはですね、これについてはこちらの、ボーナスメニュー、おまけメニューって日本語でなってますが、こちらから、できるように、なっております。はい。というところで、こちらも、ちょっとやってみていただけたらなと思います。はい。というところで、今回は、以上になります。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。